いや相変わらずゴミに囲まれて暮らしてます。田舎者です。ということでね、またまたいいゴミをもらってきましたよ。これね、10年ぐらい前のパソコンなんですけどね、一応東芝製でしっかり動くんですよ。ただこのハードディスクなので、ちょっと動きが遅いんですよね。で、ここを SSD に交換したらスピードアップするかなと思ってね、交換していってます。で、パソコン知らない人はね、ちょっと何のことかようわからんと思うんですけど、CPU もね、古い世代ではあるんやけど、Core i5 なんで、動画をちょっと見たりとかね、YouTube 見たりとか、映画見たりとか、インターネットするとか、その程度であれば全然使えると思うんでね、交換してるんですけど、この液晶一体型っていうのはなかなか分解するの大変だっていうのね、やってみて初めて気がつきましたよ。このカバー外すのにめっちゃ苦労しましたからね、爪も何本か折ってしまったしね。そしてこれ最後のね、一本のネジを締め切ったはずなのになぜか余るこの2本のネジほんまにね、僕のやることなんですけど、大体いつもこんな感じっていう感じなんですよね。で、Windows の再インストールは過去2回ぐらいやった覚えがあるんでね、その記憶を頼りにちょっとバーッとインストールしていきますよ。こんにちは、コルタナと申します。てかね、この組み立てはね、僕深夜2時ぐらいにやってたんですけど、いきなりね、コルタナが爆音で喋り出して結構びっくりしましたけどねで、残りの設定をこうバーッとやっていきまして、一応ね、このエアコン備え付けの編集室兼寝室ですね。ここはね、僕のメインの生活ルームなんですけどね、ここに設定していきます。で、このね、デスクもね、ちょうどパソコンを組み立てる数日前にですね、おっちゃんがいらんか言うて持ってきてくれてね、このためにこの机も流れ着いたいなって思いながらね、セッティングをしていきました。で、これ起動するとめっちゃ早いんですよ。っていうか僕の顔丸薄いからちょっとぼかし入れときますわ。こんな感じのスピードですね。10年前のパソコンとはいえね、全然使えるからね。なんか世の中にはほんと使えるゴミがね、いっぱい転がってるって思うとね、もったいないっすよね。ということで、このパソコン室がですね、この今っていうところなんですけど、この左隣ですね、部屋2っていうところが今回の話になりますね。現状ね、こんな感じで荒れててね。で、以前ね、友達にもらって玄関に畳をバーッと引いた話があるんですけど、その余りが3枚ばかりあって、これがね、引いてあるんですけど、もうこの部屋ね、畳の部屋にしてしまうかと思ってね、ちょうどYouTube 休んでる期間にですね、また大阪へちょっと行ってね、畳をもらってきました。僕の住んでるクソ田舎からね、奈良とかは別にいいんやけど、問題はこの大阪市内っすよね。マジで運転するの難しいよ。ここでなんか日頃運転して生活したり仕事してる人、それだけでなんか偉いなって思うよね。この交差点もね、僕ほんまはまっすぐ来たかったんやけど、もう左しか曲がられへんやんっていうね田舎もあるあるで、もうだいぶ遠回りしながらですね、前の友達の家にやってきましたよ。すいません、畳のおかわり来たんですけど。あ畳またかいな、畳くださいよこの家400万で売れたんですか。それはあかんそれはあかんないでしょ大丈夫。叩き強盗来るからこっちの畳取っていった方がいいと思うね。あっちよりめっちゃ綺麗じゃないですか、んということでね、畳をもらいに行ったはずなのになぜか障子までもらってくるというね、もうまだ30代なのに俺も収集癖始まっとんかいなっていう感じでね、ほんといつも通りなんですけどね。だから結局ね、畳7枚ぐらいやったかな。と、障子が多分4枚かな。ちなみに障子はね、家中のどこにもはまりませんでしたということで、障子どうしようかなって思いながらね、今生きてるんですけどね。で、これ、新聞、一応ね、もらってきてあったんで、これをね、隙間だらけなんでね、この板もね、ちょっと隙間防ぐかなって感じで引いていってますね。残念ながらちょっと新聞が足りやんっていうねそういう結論やわ。どっかその辺にね、新聞もらいに行ってもいいんやけど、もうなんか抑えきれない気持ちが湧いてきましてね、もうこのままでええかと思ってね、とりあえず畳のセッティングをしていきます。当然ね、サイズが合わないんで、ベストポジションは、ないんで、ベターポジションをひたすら探るっていう感じでね、こうでもない、ああでもないって言いながらね、置いたり外したりしながら、ベターポジションを探っていってますよ。
なんかね、気がついたらいつもパズルゲームしてますよね。なんかゴミを生かすには結局パズルが必要だっていうね、なんかそういう話になってきますよね。で、まあ、とりあえずベタポジション、こんな感じでいくんですけど、こういうね、微妙な隙間、これはちょっともう、ええかなと思ってね、目つぶることにしますよ。まあ、そのうちなんか綿でも拾ってきて埋めるかなって感じですよ。で、ここですね、この奥んとこ。ここやね、この下。ここをめくるとですね、この捨て張りした時にね、まあ、こんな感じで板が簡単に外れるように貼ってあるんで、まあ、簡単にね、床下に入れるようにしてあるんですよね。まあ、どうでもいいかもわかるんですけど、床下覗いてみるとこんな感じなんですよ。相変わらず綺麗な床下ちゃうかな。いや、久しぶりにね、床下覗いてみると、なんかいろいろこうね、試行錯誤しながら作業やってきたなっていうね、跡が見えますよね。まあ、昔から見てくれてる人も同じような気持ちでね、見てもらえるとなんか嬉しいですけどね。まあ、そんな感じで床下を眺めまして。で、この最後の列ですね、この床下点検口も、そのサイズに合わせて畳を入れたかったんで、畳を切るかなと思ってね、まあ、測っていってるんですけど、まあ、全体像としては右上の画像のような感じなんですよ。で、最後の列こんな感じで1枚置いて、で、畳を切ってですね、この床下点検口の上に置いて、で、余りのスペースにもこう置いてっていう感じで、まあ、そんな感じで進めていこうかなというふうに決めました。ということでね、この前回片付けた物置ですね、まあ、ここに運び込みまして、まあ、作業もね、やっぱここでやると、家の中が汚れなくていいっすよ、本当に。まあ、一時はね、家の中で電気カンナとか振り回しましたからね、本当に。家むちゃくちゃになりましたからね。で、まあ、畳を切るっていうのは、まあ、僕自身初めてやしね。てか、中身どうなってんのかもよう知らんから。多分、要はこの辺を、まあ、一回ちょっとほどいてみるかって感じやな。丸のこで多分切れると思うんやけど、もしね、なんか金属とか入っとったら嫌やなと思ってね、とりあえずちょっとこの辺をほどいて中を確認してみます。金属も使われとると。で、まあ、バッと見た感じね、この隅の部分だけちょっと金属が入ってるっていうぐらいで、まあ、他はもう藁と、まあ、断熱材っていうか、発泡スチロールみたいなものが入ってるだけって感じですね。入ってるって感じはせんからね。もうこれ切ったろかな。ということで、まあ、これがいいんか悪いんかわからんけどね。まあ、とりあえず丸のこで切っていきます。まあ、思いのほかね、まあ、スムーズに切断することができました。で、これ、まあ、2回に分けて切ってるんですけどね、まあ、畳の側面って、こう、中身が見えないように、こう、言ったら、まあ、ゴザ部分でくるまれてるじゃないですか。なので、まあ、2回に分けて切って、で、こう、表面また帰ってきまして、この縁の部分ですね。まあ、縁の部分も長めに残して、そしてこのゴザ部分も長めに残すために2回に分けて切ったっていう感じなんですけどね。まあちょっといろいろ要領いいやり方はもっとあるとは思うんですけどね。まあ初めて自分なりにやっぱ、まあ、考えてるんで楽しいですからね。まあ試行錯誤しながらやってるっていう感じですね。まあ、ここまでね、割とスムーズに作業できてるように見えるじゃないですか。まあ安心してください。これ2回目なんでね、ちゃんと失敗してるやつね、この前にあるんでね、それも後でちょっと見せますよ。まあでもとりあえずね、このゴザ部分で側面をくるむっていうことなんですよね。で、問題はどういう風に止めるかと思ってね、まあ初め縫うかなと思ったけど、まあ見た感じこれではちょっと素人では縫えやんなと思って、タッカーでちょっと止めてみたんですよ。ただまあ全然効かないと。特にこの側面部分、発泡スチロールの部分はほとんど効かない。で裏のなんかこの藁が集合してる部分には多少効くんやけど、ちょっとここでね、ステップルという電気のコードを止める金具ですね。これはゴムもね、上の部分についてるんで、まあ、摩擦が上がるんかな。多少固定力あるなっていう感じですね。で、これ一応ね、下にボンドもつけてあるんで、まあ、ボンドとこのステップル、2つ合わせて、まあ、外れてこんだらええやろと思ってね、まあ、そんな感じで止めていってます。で、この角の部分ですね、この縁をどういう風にまとめるのが美しいのかもうようわからんけども、とりあえずもう止めてったらええやろっていうね、まあ、持ち前のこの適当根性で、まあ、とりあえず止めていきました。
まあ、やっぱりね、どうしてもその既製品のようにピタッとパチッとね、止まりはしないんで、まあ気になるところ、その都度、このステップルをね、叩き込んでいくっていう感じですね。まあ、やっぱこのね、藁がね、集中してる部分は、この中心の断熱材部分よりかは固定力があるっていう感じですね。まあこの辺とかすげえ汚いけどね。まあ近くで見たらこんな感じですね。まあ全然ね、綺麗ではないけど、これどうせ隠れるとこやから。まあそんなぐらいの気持ちでやってますよ。まあなんか、藁と発泡スチロールやからあんまり効かんねやろな。まあ、はめてしまえばいいと思うんでね。そしてこれがこの前にやってた、まあ、失敗パートですね。まあ、ちょっとなんかこれゴザの部分がぐちゃぐちゃってなってるじゃないですか。まあ、なんでこういう風になったかっていうとですねまあちょっと切り間違えたっていうところなんですよね。あかんやん。これ切ったらあかんやん。伝わりますかね。こう切ったらあかんとこまで切っとったってことなんですよね。しかも8割方切ってから気がついたっていうね。まあ、今更どうしようもないんで、もう全部切ってしまって、で、切り離したゴザを無理やり下に押し込んでる、入れ込んでるっていう感じですね。ただこの厄介なのはこのゴザがね、ばらけてくるっていうところでね、もうちょっと強引にボンドで固めながら、このステップルとタッカーで固めていったって感じなんですよね。してる感じとかね。素人感丸出しって感じだけど、まあ失敗はね成功の母と言いますからね、まあ、このおかげで2枚目まあ小増しにできたと思いましょう。ただこのね作業してる途中で面白い発見があってね、これ稲穂やと思うんですよね。なんか畳の中このね稲が入ってて、なんかこんなものを足で踏みつけながら生活してる日本人って、まあ、ある意味やっぱ面白いよねっていうね、まあそういう文化的な発見もあったりとかね、まあそんなどうでもいい発見をしながらですね、まあとりあえずこの2枚ね、サイズを合わせた畳ができましたんで、ここにはめていきます。まあこんな感じですかね。で、ここを上げると、さっき話したね、床下点検口がパッと入れると。まあ、この辺はね、まあ、田舎モンクオリティって感じですけどね。マジックで描いたらマジで失敗やったな。でもまあ、それ除いたらそんなに違和感ないんじゃん。まあ、浮いてくるかもわからんけどな。そしてまあ通常ではありえへん感じやろうけどな、こんな。我が家らしくていいんちゃうかな。まあいろいろあったけどね、とりあえずまあまあ入ったってことにしときましょうよ、これでね。まあ入りましたよ。で、この微妙な隙間っすね。この隅もまあタルキとか使ってこの上に板を置けばまあまあええんやろうけど、まあとりあえず今もうこれでええかと思ってね。まあここに足挟んでこけやんかったらそれでいいんすよ。とりあえず今はね。ということでね、この部屋畳が入りましたんで、ようやく安心して物が置けますよ。安心して物が置けるってどういう意味かっていうとですね、当分動かす必要がないっていう、そういう安心ですね。いつも見てる人はね、知ってると思うんですけど、なんや言うたらね、僕、物を右から左へ動かすっていうね、そういうことをいつも繰り返してるんで、当分動かさんでいいっていうのはね、安心して物が置けますよ。ほんと、それに尽きる。で、結局、畳もね、4枚ぐらいまた余っちゃってね、これまたどっかに使うにしても中途半端やしね、どういう風に使うかなっていう感じなんですけどね。で、どういうものをこの部屋に置いてるかっていうと、なんかこう生活に近いもの、なるべく清潔にしておきたいものはこの部屋に置いておいてですね、こういうなんかもうちょっと汚いもんですね。それはもう奥の部屋へしまい込んどくって感じですね。でも考えてみたらですね、今こうやってね、なんか段ボールとかさ、お米とかなんかそういうものを運んで置いてこの部屋に置いてるんですけど、2年3年ぐらい前はこんな感じでね、床下から出てきた廃材をこの部屋ねこうやって通って運んでたってことを考えると、今こうして段ボールを運んでる自分っていうのはまあだいぶ身分が上がったよなっていうねなんかそういうねようわからん考えにちょっと入ってましたね。そしてこのね今回作業してた物置ですね、
もうこれも3年前はこんな感じだったわけですよ。まあ、それがね、自分のやりたいようにやってきた結果、今こんな感じになってて、そこで日本人の文化に気がつくっていうね、まあなんかこう、本当にね、身分が上がりましたよ。まあそんな感じでね、夏の終わりもだんだんと近づいてきて、こういう季節の変わり目ってやっぱり天気も不安定になるし、天気が不安定ってことは人間の感情や体調も不安定になって、まあある意味当たり前なんちゃうんかなっていう風にね、最近思うようになってきましたね。っていうのも僕自身やっぱり元気が出ない時もやっぱあるし、それはみんなも同じだと思うんですよね。でもそれをあんまりどうこうって責める必要もなくてね、まあ自然に任せて、また元気が出るのを待ってりゃね、またそのうち元気が出てくる時はあると思うんでね、まあそういう感じでのんびりやってたらいいんちゃうかなって思いますよ。ということで、まあ雷の音をみんなに聞いてもらってお別れしようと思います。それではまた。